はい、内山光一のザ・ゴッドチャンネルです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、どなたか来られた方をということで今までずっと撮ってましたけども、ええ、最近少しね、なんとかさん、かんとかさんっていうのが多かったんで、うん、来られた方を、店長会のいろんな思いをね、皆様に伝えることができればと思います。はい、はい、何か非常にね、こう、縛りが取れた感じで、すがすがしい感じがしますね。そうなんですね。うん、はい。どうもね、レプタリアンの縛りがね、取れたかなというふうに思いますね。ああ、いいはい。ですね。いいですね。はい。うん、それでは、合唱お願いします。はい。それでは、準備お願いします。はい、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは、また、店長会の方のご意見をどんどん取っていって、なるべくね、早く、皆さんにお届けしたいと思います。ですから、一日何本にもなるかもしれませんけども、ご了承ください。はい。それでは、どなたか、店長会の方、地上のものに、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。おいでいただきましてありがとうございます。それでは、エレナさんの方にお入りいただき、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。うん、どなはい。たか、中国の皇帝のような方ですけど、名前あ、がわかりません。はい。わかりました。それでは、エレナさんの方にしっかりと入っていただきますようお願いします。うん、はい。おいでいただきましてありがとうございます。うん、はい。中国の皇帝、の方というような感じですけども、お名前はわかりませんか？うん、溥儀あ、である。溥儀様、おいただきまして誠にありがとうございます。はい、それではお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。うん、国を治めるというのは、誠に大変な仕事であるということを実感した。はい。その時に、自己とのぶつかり合いがあった。うん。いかなる自己が内在しているのか。しかしそれは一人ではなく、もう一人いることが分かった。つまり、善と悪とがまるで一つの魂の中に宿っているかのような具合になるのだ。善と悪といえば、明らかに善の方が良いではないかと思うであろうが、そういうことではなく、右か左かという、誠に悩ましい事故が二人いるということである。どちらかの自分を取れば、もう一方の自分が死ぬ。またその逆も同じことである。その時に私は自分自身の中で翻弄されていく自己を認識した。なぜそのように翻弄されるのかと思ったときに、自己と言いながら、実は他のものへの影響、また他のものからの評価、そういっ
ったものに自分自身が迷っている様であるのだということに気づいたのである。そう思ったとき、それでは国を治めることはできない。そのような弱々しい自分では国は治められない。であるならば、他の者が何と言おうと、それに翻弄されることなく、自らのこれこそ真なることぞと思うことをなしていこう、語っていこうと思ったのであります。つまりは、自分自身の中にある本当の自己、これを見つけ出し、そしてそれを信じること、それしかないと。ではその本当の自己とは何か。次はそのことに思い至ったのである。本当の自己、本来の自己、真なる自己とは何か。確かに自分自身の中にあるが、ただそれだけでは見つけることはできない。であるならば、自らがどこから来たのかと、もともとどういう存在であるのかということを知るほかない。そこまで考えた私は、ここから先は自分の考えによるものではなく、もともと自分がいたであろう世界からの導きに任せるとしよう。そう思ったのである。つまりは、天からの啓示、天からの導き、こういったことに素直に従う、そういう態度を取ろうと決めたのである。決めた以上、それがいかに自分にとって不利なことであっても受け入れざるを得ない。そこでまた躊躇するようであるならば、自分の決意は偽物であると言わざるを得ない。もういかなる導きが来たとしても、それをただ真摯に受け止め、そのように生きるしかないと。真実はそこから来るのだから、そう思った。世の中におよそ他に手本とする者がいないとき、まさに自己の中に眠る天からの導き、啓示というものを、いかに素直にこれを受け止められるかということに心を集中させ、真正直にそれを受け入れ、実践していく。最後には、それしかないのだと。果たしてそれで国が治められるかどうか。しかしそのようなことは案ずる必要はないのだと私は思った。最終的には人間的なる心、
人間的なる欲望の心、そういったものを手放すことになった。それで良かったのだと。自分にとってということではなく、この国全体にとってそれで良かったのだ。そう思えるなら、自らもまたそれで良かったのだと思えることになる。そのように、今は静かにその思いを振り返っているところである。私に言えることはただそれだけです。ありがとうございます。うん、国を治める時のとっても大事なことではないかと思います。最終的には、天の声を聞いて、天の導きに従うということだと思います。人間心ではどうしても欲が入ったり、自分の狭い考え方で考えたりしてしまいます。福様のこの言葉、しっかりと胸に刻んで、今後も頑張っていきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、エレナさんありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。ちょうど非常にいいタイミングで、お言葉いただけたかと思いますね。はい。これから新しい文明を作っていく中で、やはりね、個人のとか、個人の価値観とか、欲望とか、どうしても入ってしまいますんでね、人間の狭さとかいうのが入ってしまいますんで、天上界の意見をしっかりね、聞きながらやっていくのがいいかなと思ってますね。はい。私のね、元いた団体もね、本当にそういったね、天上界の意見をね、聞きながらやれればいいんですけども、なかなかそれができなくてね、ほんの一部の方が、動かしていると、人間心でやってるっていうことがね、非常に残念かと思いますね。はい。同じようにそれを手本としてね、手本っていうことじゃないんですけども、いい参考材料として、心に戒めをね、しっかり入れて、ああはなりたくないというふうに頑張っていきたいと。ああはなりたくないっていうと思えば思うほどそうなりますんで、まあ、悪い事例というふうに見ていただければね、見ていこうかなと思ってます。はい。吹様もね、だいぶね、苦労されましたよね。でしょうね。苦しみが多かったんじゃないかと。ね。はい。はい。エレナさんから見て、吹様はどういう姿しておられましたか？私に見えた時にはね、馬に乗っていらっしゃって、そしてね、ナポレオンの帽子あるじゃないですか。あのような形のね、帽子をかぶっていらっしゃったんですよ。なるほど。ちょっと黒と白の混ざった模様の入ったような。なるほどですね。そしてかくしゃくとして馬に静かに乗っていらっしゃるお姿で。なんかそんな写真ありましたよね。なんかね、ありましたね。そういう姿でした。はい。はい、わかりました。はい、それではどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それじゃあこれで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。高明です。はい。はい。お父さんの守護霊さんになりますかね。そうです。あ、そうですか。はい。はい。高明さんの時代にはい。持ち越した問題。持ち越した問題。それを引き継いでると思うんですね、問題集が。はい。ですから、高明さんの時の、ちょっと、そういったエピソードなんか教えていただけませんか？はい。木々の生い茂った、深い山でした。ちょっと無理をして登ったと思うんですね。足を滑らして落ちたんです。落ちました。はい。
足の骨を折りました。上がれなくなってしまって、それっきり。あ、そこで亡くなられたんですか？そうでした。多分そうです。私の記憶はもうそこで、途絶えてますね。だから今の痛み、足の痛みはそこの骨の骨折のところですか？多分そうでなかろうかと思いますね。なるほどね。はい。